こんにちは、ちささこです。今日は以前生放送でリクエストいただいた私流の島クリエイトのコツをまとめた動画になります。崖や川を自然な形で作るコツをセンスとか感覚とかじゃなくて私なりに言語化して解説してみました。あつ森発売されてからも半年以上経つのでこういう動画は今更感あるかもなんですが、皆さんの島作りの参考になれば嬉しいです。まずは崖を作る時の基本的な考え方を紹介します。崖は四角形の1マスと三角形の半マスで構成されるんですが、この半マスになる部分が自然な丸みを作るためのポイントになります。半マスの崖は2つの辺に1マスの崖がくっついてないと成り立ちません。例えばこの位置を半マスに削ることはできなくて、この半マス同士の崖では成り立たないということになります。このルールを踏まえると、すべての角が丸い崖を作るには最低9マスの崖が必要ということになります。この形だと実際どの半マスにも1マスの崖がくっついている状態になってますよね。この9マスの形は結構重要で、木の植え方にも関わってきます。木は周辺8マスにスペースがないと植えることができません。この木が植えられる最小のスペースと全ての角が丸い崖の最小のサイズが同じなんです。言い換えると、このサイズより小さい崖を作らなければ全てが丸い角で、かつ木も植えやすい、自然な景観が作りやすいということになります。では実際にこの L 字型の崖を使って自然な形を作るための工夫を4つ紹介しようと思います。まずは何も考えずにこの角の部分を半マスに削って丸くしていってみます。これだけだとまだ自然さにはちょっと欠けるので、ここからさらにいろいろな要素を足していきます。まず1つ目は2つ連続の半マスを作ることです。さっきのように1つの半マスだけじゃなくて2つ連続の半マスをところどころに入れるようにしています。今回は分かりやすくこの1半マスと2半マスのカーブを対角線上に作ってみました。実際に大きな面積で使う時も同じ考え方で、1半マスのカーブ、2半マスのカーブが崖全体に散りばめられている感じ。これだけで一気に自然な形に近づきます。2つ目の工夫は角を埋めること。さっきみたいに出っ張った角を削るっていうだけじゃなくて、くぼんだところの角も埋めて丸くします。L 字の形は損なわずに自然な形にできたんじゃないかなと思います。3つ目の工夫はくぼみを作ること。このまっすぐな崖が気に入らないときは思い切って削ってくぼみを作ってみます。この例は少し小さいんですけど、もう少し広めにくぼみを作って間にベンチを置いたりしても可愛いです。最後に4つ目の工夫はさっきとの逆で出っ張りを作ることです。これもまっすぐな崖が気になるときによくやります。出っ張りには崖の上に矢印看板とかガーデンライトとか置いたりするとめっちゃ可愛いです。最終的にこんな形になったんですけど、こうやってゼロからいきなり自然な形を作ろうって意気込むよりも、初めに単純な形を作ってから足したり削ったりすると分かりやすいので、ぜひやってみてください。次にこの崖を少し大きくして2段目の崖と木を植えていきたいと思います。まずは2段目の崖を目いっぱいの広さまで作ろうとしているんですけど、崖の周りには1マス空くようになっているので、どうしても2段目の崖は作るスペースが狭くなってしまって、こんな風ないびつな形になってしまいがちです。作りたいものにもよるんですけど、案外2段目の崖は結構想像してるより小さめでも綺麗な形にレイアウトすることができます。今回は特に1段目の崖が小さめということもあって、2段目は木が植えられる最小のサイズ、この9マスのサイズを作ってみました。この形だと1段目にも木が植えられそうなスペースが結構ありますよね。では実際に木をいくつか植えていきます。木を植えるときは木が植えられる9マスのスペースを投資するような気持ちで場所を見極めていきます。なるべく平行にならないようにずらしながら植えていくんですが、今ちょっと
この見上げた時に気になることが一つあるんですが、どんなところか分かりますか？この1段目の崖の後ろの木と地面の木が平行になってて、後ろの木が隠れちゃってたんですね。平行になってるのを全て許さないっていうわけではないんですけど、ちょっと意識すると自然な配置を作りやすくなります。地面の桜穂の木を左側にずらして後ろの木が見えて、さっきよりもすっきりした印象になったんじゃないかなと思います。最後に説明したポイントが実際に島の中でどんな風に使われているのかを紹介したいと思います。ここはくぼみを作って街灯とか低木を置いてます。ここもくぼみになっていて、ここには紹介したようにベンチを置いてます。あとここは出っ張りになってて、木と看板が置いてあります。では次に川の説明をしていきたいと思います。川も崖と同じくハンマスの部分が自然な丸みを作るためのポイントになります。見た目は違うんですけど、崖と考え方は全く同じで、ハンマスはこの三角形の2辺に1マスの川がくっついていると成り立ちます。川も崖と同じように9マス、つまり 3×3 マスの大きさが一つの基準になっているんですが、これが魚が出現する最小のサイズです。私の島ではどこでも釣りが楽しめるように基本3マス幅以上の太さで川を作るようにしています。では崖と同じくこの L 字型の川を使って自然な形を作る工夫を紹介していきます。まずは普通に角を取ってみるんですが、もちろんこれだけじゃあまり印象は変わりません。程よい凹凸感を出したいときはこんな風にくぼみと出っ張りを交互につけてあげると簡単に自然な形が作れます。くぼみと出っ張りは大きさと位置を少しずつずらしてあげるとより自然な感じが作れます。例えばこの横位置の部分では上のくぼみが4マス分、下の出っ張りが6マス分になっていて大きさが違うのと、位置も凹凸がぴったりにならないようにずらしています。こっちは右の出っ張りが5マスで、左のくぼみが3マス分になっています。全体で見るとこんな感じです。ちょうどお魚も泳いでいます。次に滝を作る時の工夫を紹介します。この崖に2段の滝を作っていくんですが、まずは普通にまっすぐ川を掘っていきます。レム君びちょびちょになっちゃう2段の滝っていうだけでも十分豪華なんですけど、まっすぐだとちょっと味気ない感じがするんですよね。なのでこの上下の滝の位置を斜めにずらしていきたいと思います。2段の滝をずらして作りたいときは1段目の崖に2マス分のスペースを作ることと、あとこの動画の順番通りに掘るといい感じに角がなく綺麗に斜めの形で川をつなぐことができます。さっきよりもさらにインパクトが増したんじゃないかなと思います。もう一つこの滝と崖を使って川を掘るときにあるあるな悩みを紹介していきます。こうやって崖に沿って川をつなげようとしているとき、この崖がカーブしているところと川の接点で変な隙間ができてしまいがちです。この隙間はこんな風に斜めの位置に立てるように川を一時的に埋めて、でこの位置に立ってここからこうやって掘ってあげると綺麗に斜めに処理することができます。それじゃあ最後に島の中で実際にどんな風に使われているか例を紹介していきます。まずここが出っ張りに低木が置いてある例になります。崖と同じようにこういう風に出っ張りに物を置いてあげるとアクセントになります。それからこれが斜めの滝ですね。これも斜めの滝で、こっちは2段目の滝が1マスの細い滝になっています。それからここが崖と川の接点が斜めに処理してある部分になります。いかがでしたでしょうか？わかりやすく解説できているのかめちゃくちゃ不安なんですけど、この動画が島作りを楽しめるきっかけになれればいいなと思います。
それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは。